こんにちは、さきかです。今日は黄泉のつがいのガブちゃんのフィギュアを作っていきたいと思います。ガブちゃんはちょうど4年前に一度作ったことがあって、当時頑張ったつもりだったんですけど、今見るとちょっと微妙なクオリティですね。なので今回は再挑戦というかリベンジという感じで作ろうと思います。ガブちゃんの顔は結構難しくて、いわゆる VTuber とか最近の女の子のキャラとは顔のバランスが違います。荒川先生の描く顔ってすごい絶妙なバランスで成り立ってるんですよね。ハガレンに憧れて絵を描いた経験がある人はみんな覚えがあるんじゃないでしょうか。今回初めて三つ編み作りましたね。作り方はいろいろと試行錯誤して結局シンプルな感じにしました。本当に編み込むように作るやり方もあったんですが、そうするといろいろと大変なんで単純な形を複製して作ってます。小さい頃にハガレンの江戸の絵をずっと描いてた経験がここで生きたかな。ポーズは最初動きがあるものにしていたんですが、ちょっと朝っぽい感じがしたんで逆にあまり動きがないポーズにしてます。まあガブちゃんは戦闘時基本ガブするだけなんで、あまり難しいポーズ飛ばせにくいんですよね。 OP はね空飛んで動いてますけど、荒川先生のキャラって筋肉とか肉付きがいいキャラが多いんですが、ガブちゃんは割と細めなんで、その辺は意識して足とかを作ってます。ガブちゃんの服はほぼエドと言っていいくらいなので、ガブちゃん作れるってことはエドも作れそうですよね。ハガレンもなんか作りたいな。やるならキンブリーかシャンバラ系かな。もちろんガブちゃんだけだとシンプルすぎるのでガブリエルも作ります。失礼、ジョー・ウィリアム・フレデリック・ガブリエル1世とカーク・ダグラス・ウォールド・グレーブ・ガブリエル2世でしたね。ガブリエルは小さい形態もあってそっちも可愛いんですが、今回は迫力優先ということで通常形態のでかいガブリエルです。つがいだとあと左さんとか作りたいですよね。 CV と見た目がかなり好きなんですよ。最初の左さん対ガブリエルなんかのシーンもフィギュア映えすると思います。今回イメージしてるシーンとしては最初の東村を襲う時ですね。この1話の衝撃はほんとすごい。異世界ものかと思ったら銃とか出てきてリアル路線かと思いきや能力ものというね。やっぱり荒川先生すげえな。あとは演出的にガブリエルにかじられたおじさんも配置してます。黄泉のつがいのフィギュアいろいろと出てますけど、東村の1話で死んだおじさん作ったの僕が初めてじゃないかな。ガブリエルは空中に浮かしておきたかったので、かじられたおじさんから出た血を支えにしました。1箇所だと大きさを支えられるか心配だったので、一応2点で支えてます。ちなみに本当はあざみちゃんのお母さんの頭だけを作ろうと思ったんですが、ちょっと YouTube 的に危ないかもということで泣く泣くカットしました。ということでモデリング完成したんで印刷していきます。さあ1回目の印刷。最初はガブちゃんのパーツを全部印刷しました。今回のフィギュアは全体的にはかなり大きいんですが、ガブちゃん自体は小さいので1回で印刷できましたね。まあもともとガブちゃん自体が小さいのもあるんですけど、レジンはいつも通り水洗いレジンを使ってます。在庫少なくなってきたんで、そろそろ新しいレジン投入かな。今回パーツがシンプルなんで洗ったりの処理はしやすいですね。これちょっと印刷失敗しちゃいました。後頭部が印刷できてませんね。サポートの付け方が甘かったな。さあ2回目の印刷をします。2回目は土台ですね。ちょっと台座部分を大きくしすぎな感じもしますけど、まあ重いもの支えないとだからいいのかな。3回目の印刷はおじさん1人目。坊主で名前もないモブおじさん印刷してるのはちょっと何やってんだろ感はありますね。4回目は2人目のおじさん。なんだかんだガブちゃんよりおじさんの方がレジン使ってるな。あとはガブリエルを2回に分けて印刷しました。でっけー。二次効果もどんどんやります。パーツがでかいんで普段より回数は多いですね。さあということで印刷完了。レジンは多分合計で 1kg 以上使ってます。ガブちゃん単体で見ると全然使ってないんですが、全体的に見るとすごいですね。過去一番だと思います。ではちょっといろいろと確認がてら仮組みをしてみましょうか。おー、めっちゃかっこいい。
やっぱりでっかく印刷して正解でしたね。ガブリエルもいい感じに保持できてます。結構台座は重さがあるんですが、重い分後ろに倒れる心配もなさそうです。よし、じゃあそしたら塗装前に表面処理をしていきます。今回パーツが大きいんで太いサポート材をつけたところが多いんですよ。サポート材が太いと印刷の失敗は減るんですが、その分処理が結構めんどくさいです。よし、表面処理終わり。そしたら塗装していくわけですが、今回普段使っている塗料が手に入らなかったこともあって、このアクリルガッシュで塗っていこうと思います。どんな感じの色で塗るかについては、このハガレンの画集を参考にしようかなと。荒川先生も一部アクリルガッシュを使われているようなんで、いろいろと勉強させていただきます。今回荒川先生のカラー絵のように筆で塗っていくことも考えたんですが、さすがにあのレベルで綺麗に塗れる自信はなかったので、エアブラシを使って塗ってみました。塗った後すぐにドライヤーでサクッと乾かせるのはめちゃくちゃいいですね。エアブラシを使うときはホビー用薄め液がおすすめされてたんですが、水でも問題なくできました。薄く塗ってドライヤーで乾かしてを繰り返していけば普通に塗れますね。動画ではカットしてるんですが、アクリルガッシュをエアブラシに入れるときは100均のお茶パックでこしてます。結構塗料の溶け残りがあるんで、そのまま入れると多分詰まるでしょうね。乾くとツヤが一切なくなってマットになるんですが、思った感じの色じゃないかもというケースがそこそこあります。正直現時点ではラッカーよりも難易度高く感じちゃってますね。さあエアブラシは大体終わったので、ここからは筆塗り中心にやっていきます。岩は分割しなかったのでこのタイミングで塗りました。綺麗に塗ろうかと思ったんですが、意外と雑に色ムラがあるように塗った方がそれっぽく仕上がりましたね。地面も一色塗っただけだと情報量が少なすぎるんで、ウォッシング的な感じで色を入れてみましょう。ガブリエルの目と歯も塗ります。アクリルガッシュは結構隠蔽力が強いんで、黒の上にでも白塗れるのがいいですね。まあラッカーだったら白塗ってマスキングして黒塗ってたと思います。意外とガブリエルの目は可愛いんです。たくさんあるので苦手な人もいそうですが、あとはガブちゃんの顔ですね。さすがにアイペイントはアクリルガッシュでやる度胸はないんで、いつも通りトップコートをかけてからのエナメル筆塗りでやっていきます。ガブちゃんはマゼンダ系の瞳なんですよね。最初絶対金色かと思ってたんですが。さあということで塗装も終わりました。いやー今回結構時間かかったな。あとは組み立てていけば完成です。今後もいろいろとフィギュアを作っていくので、ぜひチャンネル登録、いいね、コメント、ハイプよろしくお願いします。